皆さんこんにちは、アンクルシェフです。今日はバンコクのトンブリ駅からカンチャナブリー方面にタイビルマ鉄道を使って行ってみたいと思います。昔の映画戦場にかける橋でもおなじみのクエー川鉄橋やアルヒル参道橋というところに行ってみたいと思います。映画戦場にかける橋を知らない世代でもサル、ゴリラ、チンパンジーという曲は聞いたことがあるかもしれません。とりあえずだいぶ時間過ぎてるけど座れました。1時間ちょうど1時間ぐらいかな、並んで、とりあえず行けそうです。トンブリー駅の始発が7時45分で、私は7時前に着いたのですが大行列になってました。30分遅れで電車が出発しました。大変でした。チケット買うのに1時間並んで、変えたのも15分過ぎぐらいだったんですけど、参りました。とりあえず出発したんでね。朝一から長時間並んだせいでだいぶ疲れた顔してますが、でもこんなに人気の観光地だとは思いませんでした。ものすごい人数の方がカンチャナブリーを目指して出発されてます。ชาเขียวชาไทยกาแฟเย็นจ่าย20 บาทจ้ะข้าวเหนียวหมูทอดหมูย่างเลยค่ะรับนี้ค่ะขอบคุณนะคะ。今回私はバンコクのトンブリー駅からカンチャナブリー駅では降りずにタムクラセイ橋駅っていうところで降りて、折り返しの電車を待ってまたバンコクに戻ろうと思っております。この路線は1日2便しかありません。つまりこの踏切は1日4回しか開かないという、4回のうちに捕まってしまった車たちですね。トンブリ駅始発は7時45分と、もう1便は13時55分の2本だけです。私みたいに日帰りで観光しようと思うと朝の7時45分の電車に乗るしかありません。そして乗り過ごすと大変なことになります。チケットを変えたのも出発時刻の15分過ぎでしたし、出発自体も30分以上遅れているので、かなり戻ってくれるかどうか不安です。いよいよやってきました。こちらがかの有名な戦場にかける橋でおなじみのクエー川鉄橋です。ちょうどカンチャナブリー駅を過ぎた先ぐらいにこの鉄橋があります。こちらの丸っこいところがオリジナルの部分で、こちらの角っぽい鉄橋部分は戦後に作り直された橋みたいです。橋の途中には避難用の場所があって、観光客の皆さんがそこで写真を撮ったり手を振ってくれたりします。世界第二次大戦中の旧日本軍が作ったオリジナルの鉄橋があるっていうのはなんとなく感慨深いですね。っていう感じですね。このように崖を削り取って大変な場所に鉄道を築いたみたいです。ところどころはカメラを出すのも怖くなるぐらい近くまで岩があります。もう手で触れる距離ですね。
そろそろ田向瀬橋駅に着きます。で、こちらが田向瀬橋ですね。本当にすごいところに鉄道を通したんだなって感じます。当時の連合国アメリカ軍とかの捕虜たちがここを作ったと言われてます。たくさんの方が亡くなられたそうです。やはり戦争は良くないですね。それでは田向瀬橋駅に着きました。この先の終点ナムトック駅まではほとんどの人は行かずに 90% ぐらいの人は観光客でここの駅で降ります。外国人旅行客も多いですが、タイ人の旅行客もかなり多いです。田向瀬駅に着きました。ここでだいぶ降りますね。電車に乗れるのかわからないです。折り返しの電車が来るまでには1時間半ぐらい時間がありますが、レストランやお土産物屋さんがいっぱいあるので時間は潰せます。お昼ご飯も食べ終わって田向瀬橋を歩いてみましょう。この先に洞窟もあります。ちなみに落ちたら命の保証はありません。気をつけて渡ってください。こんなにここが人気あるとは思わなかったです。このように The Death Railway って怖い名前がついてます。
の時で予定の時刻表よりは4、50分遅れてますが、なんとか迎えに来てくれました。เดี๋ยวเลยครับ 待っていた先に到着した車両はこのような感じの車両で、自転車を乗っけられるような車両ですね。そして前の方からいっぱい乗ってきたのは中国人団体観光客で、この後酒盛りを始めちゃってものすごくうるさかったです。行きとは反対側の景色を見ようと右側の座席に座りました。こちらはクエー川です。左側が先ほどの崖になってます。この列車で最終列車になるので、今こうやって残っている人たちはここに泊まっている人たちなのか、はたまたこれが最終列車と気づいてない人たちなのかよく分かりません。ただいまだいたい2時半ぐらいですかね。これで最終列車となります。乗り過ごしのないようにお気をつけください。こちらが帰りのカンチャナブリー駅の手前の戦場にかける橋です。このようにこの鉄橋を歩いて渡ったり、こういう風に列車を見てみたい人や外側から橋全体を撮影したい人などはカンチャナブリーで一泊することをお勧めします。それか私もかなり迷ったんですが、この駅で降りてバスでバンコクまで戻るっていう手段もあります。私が最初にここに来ようと調べた時は、こんなに人気の観光地だとは思いませんでした。こんなところに行きたいと思うのは、乗り鉄とか撮り鉄とか、あとは戦争の歴史が好きな人ぐらいしかいないのかなと思ってたんですが、見てください、この観光客。
最後の最後まで一旦降りて橋を撮影してからバスで帰ろうと思ったんですが、これを見てください。中国人観光客がカンチャナブリー駅で降りたので、私は電車に残ることにしました。先ほどの座席から普通の座席に移動してのんびり帰ります。エアコンはついてないですが、窓から入ってくる風がとても気持ちいいです。帰りは駅弁を買って食べたいと思います。こちらはなんか豚の串焼きみたいなのともち米がついてますね。帰りも4時間かかるので、やることがなく食べる方に進んでいってしまいました。こちらは一口サイズの春雨の焼きそばみたいな感じですね。多分10バーツだったか15バーツだったと思います。だんだんと日が傾いてきてノスタルジーな感じになります。私は電車に乗るのが大好きなので問題なかったですが、片道4時間往復で8時間で遅れとか入れると結構な時間電車に乗ることになります。列車の旅に興味がない方やじっと座ってるのが難しい方はご注意ください。ちなみに座席は当たり外れがかなりあり、斜めになっている座席とかへこんでいる座席とかありますので、そこら辺もご注意して席を選んでください。それでは終点トンブリー駅に着きました。予定の時刻よりは1時間以上遅れて、だいたい7時前ぐらいにトンブリに到着しました。皆さんはこの旅をどう思いますか？たまには1日の半分ぐらいを電車に乗って旅するっていうのもなかなかいいもんだとは思います。4時間くらいかかったかな。着きました。楽しかったです。トンブリ、次は終点トンブリ。ホームがない。乗っていた車両がホームにないところに到着してしまったので、少し戻ってからホームに降ります。それでは本日もご視聴ありがとうございました。電車が好きな人はすごくおすすめです。特に興味がない人はおすすめしません。ご視聴ありがとうございました。楽しかったです。